皆さんこんにちは。今回はですね、ドリフトで2種類のブレーキを使い分けろという内容で、お送りしていきたいと思うんですけれども、まずですね、ブレーキ、ラジコンのブレーキって普通に考えて1種類しかないだろうと。このアクセルブレーキ、トリガーで操作するこのブレーキですよね。これだけだろうと思うのが普通だと思うんですけれども、ちょっと実車で考えてみると、実車乗る方だったらわかるかと思うんですけれども、実車って普通にブレーキが2種類あるんですね。で、一つはですね、足で踏むフットブレーキ。これがですね、ラジコンでいうここのトリガーで操作するこのブレーキに当たるとかと思うんですけれども、もう一つですね、サイドブレーキっていうのが、実車には存在するんですね。で、ドリフトなんかだとそのサイドブレーキ使ってサイドで、リアタイヤをロックさせて、ドリフトの滑るきっかけを作ったりなんかするんですけれども、それをですね、実はですね、この KO プロコの EX NEXT と EXWR にはですね、そのサイドブレーキと、同じような機能がついてるんですね。でその機能ってなかなか、WR の時につけたんですけれども、あんまり使ってる光景見られないので、今回ちょっとそれをですね、ぜひ使っていただきたいなと思いまして、この動画で、紹介していきたいと思います。まずですね、このサイドブレーキの設定の内容なんですけれどもね、設定の仕方ですね。設定の仕方を紹介したいと思います。はい、それではですね、ハンドブレーキの設定の方法を紹介したいと思います。まずですね、今トップ画面ですね、トップ画面からスロットルに入っていただいて、項目を進めていただいて、この HPRK ってとこですね。日本語表示だとハンドブレーキって出ると思うんですけれども、ここでエンターを押してあげます。そしてまずはですね、キーの割り当てですね。ハンドブレーキをどこのキーで使いたいかという割り当てをここで行います。今 ET5 になってるんですけれども、ET5 ここですね。親指のところの、プッシュのキー。ここが一応ですね、操縦しながら使うんで、このキーが一番使いやすいかなと思うので、親指で操作できる ET5 に、割り当てたいと思います。はい。そしてですね、今度ブレーキ。これはですね、ブレーキの強さですね。ここのですね、トリムじゃない、トラベルのここの普通のトリガーのブレーキの強さと、同じ基準になっています。ですので、だいたい 100% で、アンプのニュートラル設定をしていれば、100がマックス、フルブレーキ、一番強いブレーキということに、なります。ここですね、例えばこう 80% とか、弱くしてあげると、ハンドブレーキの効きも、マックス 80% で、効くようになります。この数字で、ハンドブレーキの強さを調整してあげます。はい。このような形で今、例えばこの状態ですと、ET5 を押すと、ブレーキが 100% マックスで、かかる状態ということになります。これで、ハンドブレーキの設定は完了になります。はい。こんな感じでですね、ハンドブレーキ、設定が完了しましたら、実際に、動かしてみたいと思います。はい、じゃあまず、プロポと、車の電源を入れますね。普通にこれ今動いている状態でですね。はい。でまずですね、普通のブレーキですね、アクセル握っていただいて、反対側にこれブレーキですね。普通のブレーキはアクセルと反対側にトリガーを押すと、普通にブレーキかかりますよね。で、今回ですね、ここの ET5 にハンドブレーキセットしました。ちょっとですね、見づらいかなと思うんですけど、どうやって見せたらいいのかな。まずですね、アクセル握ったまんま、タイヤ曲がってますよね。この状態で ET5 を押します。はい。ET5 を押すとアクセル握った状態でも、タイヤが止まるんですね。これがハンドブレーキ、自社でいうサイドブレーキですね。の効果になります。そして、ET5 をまた離すと、あります。はい。また ET5 を押すと、アクセルを握ったまんまでも、タイヤが止まります。でですね、これを使って、ドリフトの場合ですね、アクセル握りながら、例えば ET5 をちょんって押して、ドリフトの滑るきっかけを作ってあげるっていうですね、実車と同じような、使い方ができるんじゃないかと思います。でですね、このブレーキなんですけれども、先ほどの画面で説明した通りですね、普通のトリガーで操作するブレーキと、
このハンドブレーキですね、強さを変えることができるんですね。これでですね、実はですね、うちのサポートドライバーの近藤カスタムさんから、リクエストいただいてですね、アップデート後からこの機能対応になったんですけれども、ちょっとしれっと、アップデートの内容にこの機能の、ハンドブレーキと普通のブレーキ、強さを調整できる機能をですね、実は追加してたんですね。ということでですね、これ何ができるかっていうと、この、例えば、普通のトリガーで操作するブレーキはですね、結構弱めに設定されてる方いると思うんですね。タイヤがロックして、車回っちゃわないようにだとか、ちょっと弱めに設定されてる方、そんな方でもですね、この ET、今 ET5 に振り分けた、ハンドブレーキですね、こっちをですね、強く設定すればですね、例えばこう、普通のブレーキかけた時に、弱いブレーキですね。でも、どうしてもですね、車止めたい時、弱いブレーキだと止められないっていう時にですね、この ET5 を押してあげると、普通のブレーキは弱くしてても、全開のブレーキをかけることができるっていうですね、今ブレーキが2つあるとですね、いろんな使い道ができるかなと思うんですね。その逆もできるかと思います。例えば、普通のトリガーのブレーキを、マックス強くかかるようにしてても、ET5 のブレーキを弱くかけるっていう方法もあると思うんですね。これ、先ほどの、画面でですね、調整してみる、実際にやってみようかと思うんですけれども、これ今ハンドブレーキ100の状態ですね。カツって感じで止まりますね。これマックスで効いてる状態なんですけれども、このハンドブレーキの100の数値をですね、例えば思いっきり落としてあげます。例えば今30まで落としてみました。そうするとですね、ハンドブレーキ使ってみると、さっきよりだいぶですね、カツンって感じがなくなったと思うんですね。穏やかにかかります。スッって感じで。これ例えばですね、普通のトリガーのブレーキが、例えば、こうマックスで100で、カツンって感じです。この状態で、サイドブレーキで、この状態で、緩くかかる。そうするとですね、今度逆ですね。緩くかけたいときは、このハンドブレーキを使う。で、ガツンとかけたいときは、この普通のトリガーブレーキを使うっていうやり方も、これ実車とはちょっと異なる使い方になってしまうんですけれども、こういう逆の使い方もできるかと思います。このようにですね、ブレーキ2種類あると、いろんなかけ方の調整ができるかなと。ブレーキの使い方の幅が広がるんじゃないかなと思うんで、この機能ですね、ちょっと、個人的に流行ってくれたらいいなと思ってます。要は、ドリフトってやっぱり実車のリアルさっていうのを追求する部分があるかと思うんで、実車のドリフトは2種類のブレーキをうまく使い分けて、サイドブレーキ使ってきっかけを作ったり、フットブレーキで、調整したりっていうですね、2種類の、ブレーキ使い分けてるんで、だったらやっぱりラジコンのドリフトも、2種類のブレーキうまく使い分けられたら面白いんじゃないかなと思うんですね。ぜひですね、普通の、ブレーキ、フットブレーキとサイドブレーキっていう感じでですね、ドリフトもブレーキ2種類、これからちょっと流行っていってくれたら面白いんじゃないかなと思って、この機能を、作ってみました。ってな感じでですね、今回は、ドリフトの2種類のブレーキを使い分けろっていうですね、内容で、お送りしてきました。ぜひですね、皆さんやってみてください。はい。またですね、この動画の、コメント欄にですね、引き続き、リクエスト内容もですね、随時、お受けしていますので、そちらもぜひ書き込んでいただけたらと思います。では今回は以上になります。それではまた。